想像してください。超高速走行200キロオーバー。あなたはサイドブレーキ引けますか？そんな超危険行為をやっちまう D1 選手たち。鈴鹿での200キロオーバードリフト、怖くないの？マシンセットは？テクニックは？今回はその超高速ドリフトの真相に迫る。世界最高速ドリフト in 鈴鹿サーキット。200キロオーバーでのサイド引き、その心境をバイが語る。根性というか、まずビビったらダメ。ただこのサーキットで200キロって言ったら乗ってる人ね、多分ドライバーほとんどだと思うんですけど、200キロという感覚ないんですよ。まずこの場に走れるっていう楽しさが一番。ビビってもまっすぐ行くだけなんで大丈夫ですワイセン単走で高得点を叩き出すバイ、その秘訣を聞く。こういう200キロを超えるっていうサーキットでまず大切なのはトラクション。0から200キロをいかに速く出すかっていうのがやっぱり一番大事だと。その次に来るのがパワー。僕の場合は先にトラクション、次パワー。伸びを硬く、縮みを柔らかく、スプリングで伸ばすってじわじわ上がってくるっていうのが多分理想だと思うんですよね。沈みが硬くなると上がってくるのはピョンと上がるけど、トラクションかからないんですよね、全然。あとタイヤの空気で変わるかなっていう。今回もいろんなタイヤの空気試したんですけど、やっぱりちょっと張り気味の方が乗りやすいかなっていう。落とすと縦と横が違いすぎて、最低ショートラックで変えるとピョンといったらもうパキンとなっちゃうんで、ちょっと乗りにくい。僕はもうショート使ってないんで。ほんで逆にお台場とかああいう恵比寿とかはハンドルが一瞬で切れないといけないんで、ショートナックルに変えてしまうっていうのも多いと思いますよ。VE ヘッドの強みっていうのはね、トラブルがないっていうのが一番。レブラしてるんでね、ずーっと回転が使えるっていうのと、ポートがでかいんで高回転使える。ヘッドチューンが満たされたのが VE。同じトータル600馬力っていうパワーでも SR とのパワーの出方がね全然違うんで、常時使えるトルクと馬力がいいところにあるのが僕は VE だ。本当にもういいと思う。悪いところなし。お台場と鈴鹿やったら僕的にはパワーに余裕があるなら鈴鹿の方が楽で楽しいと思います。お台場の方が短い距離で基準となるスピードまで乗せないといけない。もっと進入がここに 90% 来ると思うんですよ、みんな。操作がまずゆっくりなのは高速コーナー。ただ一つ命としたらもうアンダー出るんで。鈴鹿ラウンド単走本番をスピードメーター表示とともにご覧ください。さあこの鈴鹿サーキットのストレート、進入時で初速は 208.8 キロを記録。この後どうなる？バイが飛ばしてくる。どうだ。さあ角度つけて、嫌だ。そんなことはないよ。絶対手前だよ。いやーもっと奥からいけた。続くは V8 ナスカーエンジン搭載86。そのドライバーは4タイムスチャンピオン今村洋一。通常とまた違って今度は縦の風じゃなくて横の風を受けるんで、200キロを超えてくると、毎年ねドアが外れたりガラスが開いたりとかね、いろんな珍事件がいっぱい起きますんで、ストッパーをつけて、アクリルが開かないようにとか、そういう工夫はしてきましたけど、リアの GT ウィングも、低速サーキットお台場とかだったら全くあってもなくてもそんなに変わんないと思うんですけど、やっぱこういうね200キロ超えてくるとやっぱ GT ウィングっていうのも効いてきて、あんまり立てすぎちゃうと今度はリアがね強すぎちゃうんで、少しこう寝かすというか平らにしてきたりとかはしてきますよね。フロントのタイヤを今まで低速サーキットだったらちょっと細いタイヤを履いてたんですけど、ちょっと265の太いサイズに変更しました。ミニサーキットの方がやっぱスピードが遅い分、逆にコントロールとかブレーキとかもすごいシビアになってくるんで、細かいテクニックが必要になってくるのかなと思いますけど、で鈴鹿でいうと特に結構ブレーキとかでも雑にやったとしても意外とそのままいっちゃったっていうこともあるし、200キロ超えたって丁寧にやらなきゃいけないんだけど、感じないとこもあるのかもしれないですけど、ポイントとなるのはやっぱり最高速を出さないと得点も出ないし、いかに直線のスピードを稼ぐ、スタートでやっぱり無駄にタイヤを回さないで1コーナーに向かってね、無駄なくもう本当に振り出すまで本当に縦のグリップ力を使いながら
加速していくんで、そういうところはやっぱりスタートからやっぱ気にはしてますけどね。追走のイメージが強い陽一が会心の走りを見せる。さあどういう得点になるか今村陽一。進入は210.6キロ。この後のライン取りが素晴らしい。今村陽一、さあここから打ってきた、角度をつけて、そしてこの新の右前、ような感じではこの辺りをギリギリまで飛ばしてきましたが、さあこの辺にちょっと失速があるが、それでもつないでいく。昨年のシリーズチャンピオンにして一昨年の鈴鹿ウィーナーは単走で抜群の安定感を誇る高橋邦明。やっぱりこの国際サーキットとなると低回転から高回転まで回るエンジンの力が必要なんじゃないのかな。でも結局のところ最後には大きいタービン、僕の見たことあると思うんですけども、こんなでっかいのついてますよね。俺の顔がちっちゃく見えちゃうぐらいの、大きいタービンが必要なんじゃないかなと思いますね。僕の車が最初から悩みを抱えてたのがトラクション、まっすぐでのトラクションがどうしても出ない。かといってバネを柔らかくしちゃうとコーナーリングスピードが落ちてしまうので、バネをぼちぼち硬くしといても、バンプ側の、圧が落とせればいい。かといってドリフト中はバネが伸びようとしますので、そのバネを伸びる力を抑えるために、リバンプの減水力はちょっと硬くしたいと。リバンプは硬めにしといてバンプは早めに縮むという足が欲しかったので、今回はそれを投入してみました。まっすぐのトラクションを出したいんであれば GT ウィング上ちょっと屋根ぐらいまで高くして一番後ろにガーニーフラップをつけてみてトラクションを稼ぐとか、あと去年から投入してるんですけど、横向いた時に、俺の運転技術じゃ止められないかもしれないので、GT ウィングの足に、でっかい羽を2枚つけてみたので、鈴鹿ってやっぱりね、日本の中で一番スピードの出るサーキットですから、ここで試してみたいなと思っております。ちょっと皆さん多分走ったことない人は怖いとは思うんですけども、早めに車を横に向けて早めのアクセルオンで、鍵止めするような雰囲気でドライビングテクニックが必要となるんじゃないのかなと思いますね。トラクションアップで猛烈な加速を見せるマーク X。 結果はさあここからが大事です。進入は220キロを超えた。でこの後どうなる？ここからが大事です。何点得点を伸ばすか。振ってきた。さあスーッと振ってきて、ここシート右前もギリギリのライン通っていった。さっきよりはこれいいですね。一気に角度つけてきましたよ。圧倒的な馬力、そしてトルクを誇るフレッディ 35GTR。 そのドリフトモンスターのパイロットは川端正人。車的にはやっぱり馬力、であとはスタートから短い区間でスピードを乗せるためのやっぱりそのトラクション、だからその辺の2つがまず大きくいるところですよね。今回 GTR はタービンを大きなサイズに変えて、よりそのスピードが出るような設定には変えてますね。よく言われがちなのはやっぱり6発6気筒のエンジンがやっぱり有利かなっていうのはどうしてもありますよね。でも最近4気筒の車でも昔は壊れやすいイメージがあったんですけど、今はそれがパワーを上げても壊れないような車も出てきてるので、理想を言えば小さい軽いエンジンで、スピードが出ると一番理想だとは思うんですけど、ストレートのアドバンテージをカーブで取り返すのはちょっと難しいんですよね、そのコース。だからストレートでアドバンテージを取ってあとはカーブはゆっくり逃げるっていうような、組み立ての方が勝ちやすいですよね。追走になるとやっぱりアドバンテージを取るためには相手の懐に入らないと得点は取れないので、そうなってくると直線での駆け引き勝負っていうのがやっぱり重要になってきます。ギア比はなるべくロングな、設定にしてます。細かくギアを変えるとやっぱりその分やっぱりロスになるんで、なるべく少ない回数でいける方がスピードは稼げるかなっていう感覚ではいますね。角度をつけた時に外に流されるのを、少しでも防ぐために、ああいう翼玉を大きくしたりとか、速い速度で曲がった時に遠心力に逆らう空力を使ってタイヤのグリップを確保するっ
っていう目的の方が大きいでしょうね。スピードが出た時は操作は楽なんですよ。ケツも簡単に出るしパワーがあれば滑るんで、ただ何が一番難しいかっていうと振り出しの位置、それがやっぱりスピードが速くなればなるほどあっという間にその位置が狂うので、そこを正確に、振り出せる、そういうやっぱり目の力っていうんですかね、距離感、そこが一番難しいかなと感じるところですね。一か八かの印象が強い川端、今回も決死の進入を見せつける。さあ川端正人、この鈴鹿の一本。違いの車ですよ。その進入速度 222.4 キロ、堂々の第1位を獲得するも、カテゴリー違いの車ですよね。面白そう。きたー、振った。うわうわうわ。いく。いや出た。出るわ。タイヤが外れましたね。考え抜かれたマシンセッティングと経験に裏打ちされたテクニック、この2つが合わさって初めて究極の最高速ドリフトは成功するのである。